第1話、諭吉と秀夫、定年の日の朝、2025年4月12日、土曜日、大阪府堺市にある、築30年を超える一軒家。その朝はいつもと少しだけ空気が違った。台所では、トースターがチンと食パンを焼き終える音、味噌汁のいい匂いが、ふわりと漂う。ソファでは、アメリカンショートヘアの諭吉が、のっぴりと体を伸ばしていた。グレーの虎柄の毛並みが、朝日を浴びてキラキラ光る。ふわあ、いい天気にゃ。諭吉は大きなあくびをした。今日は、特別な日だ。秀夫は、今日で会社を定年退職するのだ。諭吉、起きたんか？奥の和室から、秀夫の声が聞こえてきた。もう、普段着に着替えているらしい。会社の制服に袖を通すのは、昨日で最後だった。秀夫、もう起きてるにゃん。そうかそうか。今、朝ごはん用意するから待っててな。秀夫は台所へやってきた。いつもの習慣で、コーヒーを入れようとする。だが、手が止まった。もう、会社へ行く前の慌ただしい朝ではない。もう、いかんでええんやな。秀夫は、ぽつり、とつぶやいた。40年間、毎日欠かさず通った会社、事務職一筋、大きな事件があったわけでもないけれど、日々の積み重ねがあった。楽しかったこと、辛かったこと、いろいろな思い出が、頭の中をめぐる。諭吉はソファから降りて、秀夫の足元にすり寄った。秀夫、寂しいんやか？寂しい。というかな。なんか、変な感じやわ。秀夫は諭吉を抱き上げた。諭吉はゴロゴロと喉を鳴らす。この温かい重み。これからは、毎日一緒にいられる。今日から、俺たちの新しい毎日が始まるんや。そうにゃん。車旅、楽しみにゃ。おう。そのために、ピクシスメガ君も準備万端やで。庭に目をやると、愛車のピクシスメガ、ブラウンの軽トータルワゴンが止まっている。車内には、すでに寝袋や着替え、キャンプ用品などが積み込まれていた。ナビの地図データも最新にした。計画は、ざっくりとだが立ててある。まずは、四国へ渡って、美穂に会いに行く予定だ。まさか、自分が定年後に、こんな風に旅に出るなんてな。秀夫は、しみじみと思った。現役時代は、長期休暇なんてほとんど取れなかった。まとまった休みは、お盆か正月に実家に帰るくらい。旅行に行くとしても、せいぜい近場の温泉だった。それが今、日本一周の旅に出ようとしている。相棒は、この自由気ままな猫、諭吉、秀夫、朝ごはん、まだにゃか？諭吉がお腹を空かせた顔で見上げてくる。おう、そうやったそうやった。今日は定年のお祝いやから、ちょっとええもん食べようか。秀夫は張り切って、冷蔵庫を開けた。普段は食パンとコーヒー、たまに納豆ご飯だが、今日は違う。奮発して買っておいた。ちょっと高級な卵と、美味しいハムがある。スクランブルエッグとハム、トースト、そして温かい味噌汁。諭吉にはいつものカリカリに特別サービスのささみをトッピング。いただきますにゃ。よし、食うか。二人の新しい一日が始まった。食卓には旅立ち前の期待感とほんの少しの緊張感が混ざり合っていた。この家を出て日本全国を駆け巡る旅がいよいよ始まるのだ。諭吉はささみをおいしそうに平らげながら、秀夫の顔を見た。秀夫、どこから行くにゃか？まずは徳島や、美穂に会いに行こうと思ってる。美穂にゃん、会えるの楽しみにゃ。窓の外では、春の光があふれている。鳥の声が聞こえる。出発は、明日の朝だ。今日は、最終準備をして、ゆっくりと過ごそう。秀夫は、改めて諭吉を撫でた。頼むで。相棒、任せるにゃん。定年の日の朝。それは、終わりではなく、壮大な旅の
始まりの日だった。にゃあ、次の旅も僕と一緒に楽しみたい人はチャンネル登録するにゃ。